ネクスジお尻オッケー。お尻は2つがいいんです僕は。ただの変態やんじゃん。解決しました。はい。うるさくないですか。うるさくない。僕に刺されたら言う。オッケー。Yes sir。オッケー。Yes sir。天気いいね今日。確かに空見えないよ。空見えないけど。今日服ちょっとみんなちょっとおしゃれに。雰囲気ありますね。雰囲気あるね。真面目モードで僕今日。真面目モード。おお。久しぶり。どうした？チキンは骨ありか骨なしかっていうのをどっちなんだろうって悩んでたら今ちょっと遅れてた。ごめん、考えすぎてた。チキン。どっちでもいいどっちでもいい。てかなんかセータだけなんか一人だけいい椅子座って。特別席みたいな。そうなんです。今回僕が MC をさせていただきます。今回はネクスジ討論バトルです。わあ。討論バトル。骨付きのチキンがいいか骨なしチキンがいいかみたいな、こういうのって正解がないじゃん。各々の個人の自由なわけじゃん。そういうものをいくつか準備したから、その質問に対してみんながどう思っているのか。面白そう。確かに。了解です。はい、早速ルールを説明していきたいと思います。はい。これから A と B に分かれて2択の質問が出てくるので、どちらかを選択してもらいます。で、選択してもらったらなぜそれを選んだのか、自分の意見っていうのを明確に説明してもらいます。A と B どちらが説得力があったか、それを見て僕が選択させていただきます。僕に刺されたら言う。 OK。 じゃあ6対0だったらどうするんですか。それはもう6だから。でもセイタさんは0の方だと考える。じゃあどうなるんですか。僕が行きます。これは面白いですね。実に興味深い。自信ある人。いないか。どうしたんですか。友也さん。なんかめちゃくちゃ楽しそうやね。やっぱりね、人を説得させるってことは本当に難しいことです。明確な理由、そういったなぜそう思ったのかっていう理由までしっかりしてないと。価値観を180度変えるってことは、その人に僕の魅力を見せるってことなんで、まさに今僕たちのアイドルをやってるような、まさにもう本当に行きましょう。はい。オチがつかなかった。大阪人やのにオチがつかなかった。悔しい。その気持ちをぶつけろ。一回やってみろ。討論始まってます。はい、じゃあ早速行きましょうか。皆さん準備はいいですか。お願いします。今行きましょう。では最初の質問はこちら。お尻。ネクスジお尻オッケー。オッケー。ネクスジはお尻オッケーアイドルじゃん。ネクスジはお尻 OK ということで。はい、最初の質問はお尻は1つそれとも2つ。そんなに真面目に言わないでください。それでは皆さんThinking time。これはもう即聞いた瞬間これしかないと思う。結構リーダーは悩んでますけど。それではどうぞ移動してみてください。どうなってしまうのか。一体早速1対5。早速1対5という勝ちました。勝ちました。でもわからない。めちゃめちゃヒュイが強いかもしれない。確かに。ヒュイはね、言葉よりか行動で示すタイプやから。何お尻見せるの。それが一番早い。ネクスジオッケー。ネクスジオッケー。モザイクだらけ。じゃあまずは A の意見から聞いてみようかな。僕は1つだと思います。なぜですか。なぜかというと1つじゃないですか。はい。お尻が2つじゃあ2人じゃないですか。それははい以上。でもこれはちょっと説得力弱い。じゃあこれ僕明確に言います。お尻っていうのはさ、この右と左があるよ。はいこれがこうあるからお尻っていうわけじゃん。確かに。でもこれが1個欠けてたらさのお尻じゃないじゃん。ただじゃあそれは何。判決。じゃあケツやんけ。じゃあケツやんけ。難しいこれ。いやだから確かに。でもお尻ってさ2つに割れてるわけやん。で割れててそれを2つって考えるのおかしい。まずその1つを割ってるわけやから、ここがつながってなくてこれが割れてて、なんかお尻が2つあり、桃がさこう2つありますよってなったらそれは2つだわ。確かにそれだからここがつながってる分1つや。パーフェクト。例え方。OK ですか。じゃあこれに清水さんちょっと大丈夫ですかこれ。自分のまず意見をお願いします。個人的にこれがあるじゃないですか。これってお尻がありますよね。お尻でいいから。お尻がありますよね。僕はこれ一つと考えました。じゃあこっちじゃないですか。じゃあこっちだね。こっちじゃないですか。だからお尻は2つがいいんです僕は。ただの変態やん。ただの変態になるやつ。じゃあこの割れ目が4つあったら最高ってことですか。すみません、多分勘違いしました。どういうことこれ。なるほどね。これが
一つなのか二つなのか。今あなたの後ろのところにくっついてるお尻あるじゃんそれが1個なのか理解度の問題。でも俺が考えたのはお尻が一つがいいのか二つがいいのかっていう。って考えたらヒューはどっち？二つでいきますじゃお頑張れ。あ。じゃあ二つでいきます。僕の考え方だとちょっと恥ずかしいこれ。もう負けやんこんなもん。まあ負けですかね。まあとりあえず話してみて。パッと見た時二つに見えるじゃないですか。まあ確かに割れてるから。割れてるから。終わり。これね難しいね。それでは判決お願いします。はい、ここまでということで早速ですがこの討論を用いて AB どちらかの意見に僕が納得したかを説明発表したいと思うんですけど、はい、今回は説得力のある A だったかなと思います。お尻一つ、今回は A の勝利ということでおめでとうございます。ありがとうございます。なんか最初の俺が僕がねこのお尻は和の方の考え方と僕は一つでした。じゃあ6対0ということで。ネクスジお尻7つ。やめてください。はい、それでは続いての質問に行きましょう。続いてはこちら。ダダーン。はい、10時間そこの話を聞き続けるおは10時間周囲に話しかけ続ける。考えたらすぐ移動してください。こちらでございます。ずっと話すかずっと聞くか。あ、ヒュイごめん。俺は違う。優しい。今やっと綺麗な絵面になった。全部一人やったから。はい、じゃあ行きますね。はい、それでは A チーム10時間ソゴンの話を聞き続ける、ゆうき、ともや、ソゴン、10時間ヒュイに話しかけ続ける、ヒュイ、ハル、ユウ、こうやって分かれました。今回こっちから OK。じゃあ B チームから話していきましょう。B チーム意見お願いします。僕の意見なんですけど、正直僕話すの苦手で正直聞く側だったんですよ。はい。でもこれを通して僕話すことが上手くなりたいなと。そういうメリットがあるかなと思って。めちゃめちゃ個人的な意見で誰も多分納得してくれんと思う。尺の無駄遣い。大きな傷を得た俺は今。どうぞ。いいんですか？はい。あ、終わ大きな傷を得て終わりってこと。なんか反応されてり？もう少し納得の意見。ダメージ受けて終わらないぐらい。もう少し納得のいく意見が。納得の意見考えるわちょっと。あ、じゃあ僕はね普通にね10時間ってまあ相当すごい時間じゃないですか。まあ 10×6 は600分ということで600分も人の話を聞きつけるのはすんごく眠たい。その通り。だって自分の意見を話し合いながらもトークというのは僕のパスと相手のパスを受け取り合うこういったトークが、まあキャッチボールですよね。キャッチボールをしないといけないんで、このキャッチボールというか、もうねキャッチしかしない。キャッチ多分しすぎたら分かりますよね。ドッジボールやってたらキャッチしすぎたらもうここ痛い。そう痛い。My hurt no more apart。だけどこっちは相手側が許可を得てるんですよ。もうそう聞いていいですよ。僕はいつでも10時間キャッチし続けますよって。なのでこちらがドッジボールの勝者を得られるんじゃないかと。当の本人であるヒュイはなぜそちらを？まあ自分で思うにアンサーが少ないのは認めます。はい。正直認めます。けど何もないはない。そうない。そう。こっちはねないことはないね。こちらは最初は楽しい。でも10時間経ち続けてこのグラフの通り右肩下がりになっちゃいます。こちらは最初はもしかしたら思んないかもしれないけどヒュイさんが心開いていきながら右肩上がりです。10時間耐え続けるちょっと味が出ると思うんですよ。じゃあ A チームの方、じゃあゆうきさんお願いします。10時間さっき言った通りめちゃめちゃ長いじゃないですか。どれだけ自分の体力を温存できるか、これすんごい大事だと思うんですよ。10時間話しかけ続けるってなったらもうここずっともう口がねもう唇パサパサなる。本当にパサパサなる。同じですよ。聞いてますけど僕は何も言ってません。反論。でも10時間祖母の話を聞き続けるやったら普通にこうやってやったら一番ドッジボールもあるけど別にわざわざキャッチしなくてもいい。端っこに座ってずっとこういとけば別に何もしんどくない。これが答えです。ともやさんは？なんとなく。でも俺これ本当に言いたいこといっぱいある。まずこっちのことからいくわ。B 話し続ける。俺は好き。どういうこと？ちょっと待って。話しかけ続けるってさ、あれじゃん。話題を考えないといけない。まず話題をなくなったらさ
終わりなわけや。最初はいいよ。最初は確かに話題なんとか考えてやるけど、5時間ぐらいになってくるとどんどん話題がなくなってきて、この話題を考えないといけないっていう、なんて言うんだろう、その面倒くさい気持ちがどんどん生まれてくるわけよ。絶対10時間だから。そうだでここそごん多いですよこれ。わもうこれ一つ例言いますと、もう夜たまにゆうくんと話すんですけど、寝る前に「ゆう俺らもう明日早いから寝ないとね」ってこうやってよく話します。だけど結局また1時間ぐらいでまた話しちゃう。でもどうしよう、もうまたもうこの時間だ、もう早く寝ようよ。また1時間話しちゃう。本当に止まらない。そこはそう話題が尽きないんですよ僕は。だからもうずっと話しかけられる、そんな能力を持ってるので。ともやさんはなんとなく多分考えがない。じゃあそれではそろそろ一度お互い両者考えが多分あると思うので、反論の時間といきましょう。反論する方は手を挙手していただき、名前をいただけるとありがたいです。どうぞ。何かありますか？はい、僕春行かせていただきます。このゲームに関しては、寝てしまった瞬間ゲームオーバーなんですよ。そうなんですよ。でもこっちに関しては自分が寝る確率が高すぎます。なのでこのミッションをクリアするっていう考え方よりかは、どちらかが長期戦で持ちかけた時はこちらが高いのではない。以上です。今起きないといけないって言いましたよね。寝ながらずっと話すことはできますか10時間。無理ですよね。話しかける10時間でも寝ていて耳では聞き続ける10時間いけますじゃないですか。記憶がございません。脳が出てます脳が出てます。意義あり意義あり。記憶してください。ありますか？ありません。ありません。聞き続ければいいんだよ。話を聞くということはそのことを理解し、それに対してしっかりと考えるということが話を聞くという。それ書いてないです。脳と耳はつながってます。これは聞き続ける。反論する際は名前を言う。僕に刺されたら言う。OK? Yes sir. OK. Yes sir. OK. はいどうぞ。なくならないでよ。やってよ。すいません。タイミングよく終わりました。はい、僕たちのチームは以上です。もう僕たちは全部いいこと言いました。でも僕あります。さっきソーマンさんが僕は話すのがこう上手い能力がありますって言いましたね。ずっとこう10時間話せる能力があるって断言しました。うるさくないですか？うるさくない。じゃあうるさくないようにいろんな方法もある。じゃあ説明してください。例えば例えばじゃあその人が好きそうなこと話題をめっちゃ言って、あとはめっちゃなんかこちょこちょしたりとか。その瞬間もしそのソゴンが話しました。何か一言でなんて言った、この言葉が出た時点で終わりです。逆にヒュイがそうならないようにできますか？このミッションに関しては、メンタル面で言いますとソゴンさんは耐えれるかもしれませんけど、こちら側のミッション側としてはこちらにしてはちょっと耐えれません。やっぱり10時間聞き続けて、やっぱ睡魔とも戦わないといけない。そうなんです。寝ますよ本当に。表情に焦りが。動揺が見えてる。 B 型はヒュイさんもソゴンさんもメンタルは OK じゃないですか。ってことは僕たちのメンタル次第でこの勝負が決まるってことじゃないですか。ですがこちらは聞き続ける睡魔との戦い、すごくメンタル的にやられます。ですがこっちは話しかけ続ける。なので僕が何か行動しているので、睡魔はこちらに比べるとまだなるほどなるほど。といった面に関してはこちらがなるほど。すごく有効的なのではないかなと思います。なるほど。ありがとうございます。もう確かにこっちの方が楽かもしれない。だけど話しかけ続けるも絶対難しいね。話題がなくなるじゃん正直。じゃない？確かに。同意を求めたけど何も反応ないけど大丈夫そう？何でもいい方が一人いらっしゃるからね。じゃあもう一旦もうここまでします。はい、じゃあここまでということでね、選んだのは、僕は B かな。意義あり意義あり意義あり。絶対結果出てから言うて。遅い。じゃあそれ今から授業スタートしたら10時間話しかけれますか？だっていつも話してる。10時間やね。10時間10時間やね。ずっと目の前で続ける。でずっと10時間やね。座ってください。裁判官の私にそうやって顔近くで指示するんですか？裁判官が一番怖かった。一番裁判官、それは良くないです。もう全員的言いました裁判官。これマイナス何点？僕がそう思ったのは、俺は話を聞き続けるだと春の言った通りに多分俺ダメだったと思う。で話し続けるっていうのはずっと自分が話しかけれるから、多分文章が成り立って10時間多分達成できると思ったよ。
そうなんですこっちは聞き続けるってなった時にこうなってなんて言ったってなったらそこはさっきユウが言った通りに人の話を聞くっていうのは言葉を聞き取り理解するだからその言葉がなってるなと思って、首位の10時間 B チームの方に納得いたしました。じゃあということで次の企画、セーター10時間話しかけ続けるお楽しみに。ネクスジの末っ子として生きるおはネクスジのリーダーとして生きる。めっちゃいいけど普通に今末っ子だからリーダーとして生きたらどうなるかなっていう好奇心。俺ちょっと他のチーム入ってたあの撮影を思い出してあの撮影の時にどうやって走って温めようと思う。逆にもっと寒くてこうなっちゃうでしょ。以上ネクスジ討論バトルでした。ありがとうございました。